今回の動画では近日中に開催されることが予想されるイベント、サイドストーリーマリアニアールと同時に実装されるオペレーター、ブレミ社員、使命に背きはしない。重装オペレーターブレミ社員の紹介及び概説を行っていきます。カジミエーシュの騎士、コードネームブレミ社員だよ。お姉ちゃんから噂は聞いてるよ、ドクター。私のことは直接マリアって呼んでくれてもいいからね。ブレミ社員は今回のサイドストーリーマリアニアールにて主人公を務める人物で、本名はサイドストーリーの名前にもなっているマリアニアールとなっており、現在はロドスにて重装オペレーターを務め、以前はカジミエーシュの競技騎士であり、称号、楊騎士を冠していた人物。マーガレット・ニアールの妹です。ブレミ社員は楊騎士ニアールが感染者であるという理由から、カジミエーシュ騎士競技及びカジミエーシュから追放されたことと、半ば代理ながらニアールの後を継ぎ、ニアール家の騎士長としてニアール家を守っていた先代の騎士長が年齢により逝去したことにより、ニアール家は騎士長が不在となる事態が発生しました。本来であれば叔父がこの騎士長を継ぎ、ニアール家を守ることが一般的ではあるのですが、叔父は騎士となることを拒否、結果的にニアール家は貴族から没落する危機を迎えます。この危機に対して立ち上がったのがブレミ社員であり、ブレミ社員は最初は叔母であり元競技騎士であるウィスラッシュに反対はされたものの、結果的にウィスラッシュはブレミ社員の決心に根負けし、ブレミ社員はウィスラッシュと二人三脚で騎士競技の世界へと踏み出しました。ブレミ社員が騎士競技の世界へと踏み出した後の展開については、サイドストーリーマリアニアールにて語られているので、そちらをご覧ください。ブレミ社員の性格は明るく朗らかであり、少しわがままという、真面目で堅物、一切の妥協を許さないけれども少し抜けている姉、マーガレット・ニアールとは対照的な性格をしています。また、ニアールは自身の鍛錬に余念がない一方で、ブレミ社員はたまに訓練を抜け出してサボっているあたり、姉と比べてもやや大雑把な性格であるとも言えるでしょう。一方で、ブレミ社員の身を案じて、ブレミ社員が騎士競技に出場することに反対していたウィスラッシュの言葉を無視して、騎士競技に強行出場していることからもわかるように、自分が一度そうすると決めたことは、何を言われようと絶対にやめないという、決心の強さというより頑固な性格はニアールと同じ、もしくはそれ以上となっています。ウィスラッシュもかなり頑固な性格ではあるので、それを根負けさせるという時点で、もしかするとニアール関係の人物の中では一番頑固と言えるかもしれません。そして普段はややおてんばな印象がありますが、深刻な話や正式な場での穏やかかつ高貴な雰囲気は姉とそっくりだとのこと。表面は対照的とも言える二人ですが、根幹はニアールの有機指導精神が根付いているあたり、実際のところはそっくりな姉妹なのでしょう。一方で趣味や思考は姉と妹では正反対とも言えるもので、能力は姉と妹では正反対とも言えるもので、ブレミ社員はニアールとは異なり、ブレミ社員は自分でも認めているほどには剣術やアーツといった戦闘を得意とはしていません。一方で、機械や様々なものを作るということを非常に得意としており、ブレミ社員が着ている鎧も自分で作ったとのこと。そのため、どちらかというと、職人気質な人物であり、戦士としての適性があるニアールとは対照的です。ただ、この職人気質な性格は、ロドス加入後はかなりの頻度で暴走しており、暇さえあればバルカンやクロージャ、メイヤーといった技術者の工房へと見学に赴き、文字通り、誰かがその場から引き剥がさない限りは、ずっと目を輝かせながら見学しているとのこと。これに対してはクロージャやメイヤーですらタジタジであり、クロージャに至ってはブレミ社員はアンビルと恋をしたいのかという感想すら漏らしているほどです。ここ最近はブレミ社員があまりにもその場から離れようとしないため、ブレミ社員の工房見学の申請は却下され続けているのだとか。ドクター、私は騎士よりも職人みたいな仕事が得意なの。時計を直すのも防具を作るのだって手伝えるよ。だからドクター、バルカンさんとクロージャさんの工房に連れてってくれる？お願い。ブレミ社員のモチーフとなっている生物はニアールと同じ。
ギリシア神話に登場する鳥の翼を持った馬、ペガサスかと思われます。また、昇進2に描かれている騎士のイラストから、ペガサスの双子でもある黄金の剣を持つ者の意味を持つ人物、クリュサオルが一部含まれているかもしれません。ペガサスとクリュサオルは、ペルセウスがメドゥーサの首をはねた際の流血がポセイドンに滴ったことから生まれた生物とされており、ペガサスはベレロポーンの愛馬として活躍をしましたが、ベレロポーンはおごりを持つようになり、ゼウスの怒りに触れて大地に落ち、その生涯を寂しく終えたのに対して、ペガサスは天に昇り、ゼウスの下で雷鳴と雷光を運ぶ役割を与えられたとされています。一方のクリュサオルは、詳細が不明な神話の登場人物であり、姿形すら一定していません。一説によればメデューサに似ていると言われたり、剣を携えた巨人と言われたり、ペガサスと同じ馬とも言われたり、あまりにも詳細がわからなさすぎて、彼の子であるエキドナの方が有名となっている始末です。そして、ブレミシャインのコードネームの由来についてですが、こちらは完全な造語となっています。ブレミシャインの造語の元ネタは、ブレミッシュとシャインの2つで、シャインはご存知の通り、輝くという意味が、ブレミッシュには、ダイヤモンドのカッティングや研磨を行った際に発生する、摩耗や傷跡、研磨の痕跡、欠け目などの意味があります。つまり、ブレミシャインとは転じて、未熟な輝きという意味があると思われ、このコードネームはマリアが自分で付けたものかつ、本物の騎士にはなれなかったとも言っているため、自身はまだまだ未熟な存在だということを自身で戒めているのかもしれません。ふと気づいたんだけど、私の周りはほとんど年長者ばっかりで、アドバイスをくれる普通の友達がいなかったんだよね。ドクター、この装備は自分で作ったんだ。どう思う？似合うかな？ブレミシャインはサリアやニアールと同じオペレーターの HP を回復することができる回復重装型のオペレーターで、追加実装としては初の星6回復重装となります。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは同じ星6回復重装であるサリアと全く同じですが、 HP や攻撃力などのステータスはサリアよりかは攻撃力が高い一方で、 HP と防御力はサリアよりも低く、耐久力としては星5オペレーターである運と大体同じとなっています。そのため総合的に見ればレアリティ相応のステータスではありますが、重装としてはやや脆いオペレーターです。素質、剣盾の騎士は、悲劇回復のスキルを持つオペレーターが攻撃をした際に、SP を1回復するという効果を持ちます。つまり、悲劇回復スキルは同時に攻撃回復スキルにもなるということで、ディスカムや運といった悲劇回復スキル持ちのオペレーターの SP 回復速度が大幅に上昇します。この素質の効果は、当然ブレミシャイン自身にも適用されるため、ブレミシャインのスキルは見た目の数値よりもずっと早くスキルを発動できるようになっています。今後実装されるとあるオペレーターがこの素質との相性が非常に良く、ブレミシャインと組み合わせることで凄まじい殲滅力を発揮することが可能となっているので、この素質の効果だけでもブレミシャインを運用する価値はあると言えます。もう一つの素質である慈悲は、ブレミシャインが優先的に眠り状態の敵を攻撃するようになり、さらに、その眠り状態の敵を攻撃する際は、攻撃力が上昇するという効果です。眠り状態は、トラのスキル1、スヤスヤナンバーや、ブレミシャインのスキル2で敵に付与することができる状態で、眠り状態の敵は、無敵プラス、行動不能状態となります。そのため、本来であればダメージを与えることはできないのですが、ブレミシャインのみはこの素質の効果により、眠り状態の敵であっても、ダメージを与えることが可能で、限定的な無敵貫通効果となっています。ただ、現状では眠り状態を付与できるオペレーターがかなり少なく、ボスなどは眠り耐性を備えていることが多いため、活用できる場面はかなり限られてしまうでしょう。今後、眠り状態を付与することができるオペレーターは追加で実装されていきますが、それでもわざわざこの素質を率先してまで利用する価値があるかどうかは微妙なところです。素質強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス26、素質に効果強化、コストマイナス1。となっており、特に4段階目の攻撃力プラス26と5段階目の素質に効果強化が有用な内容となっています。ブレミシャインを運用するにおいては、潜在強化は必須ではありませんが、
余裕があるのであれば潜在4段階目を、時点で潜在5段階目を目指すのもいいでしょう。スキル1、攻防逆貫は SP が溜まった状態での次の攻撃時、一定の攻撃力の物理ダメージを敵に与え、さらに周囲の味方1人の HP を回復するというスキル。他の回復重装のスキルとは異なり、HP を回復するだけでなく、攻撃のダメージを上昇させるという攻守両方の効果を備えたスキルとなっています。また、リアールやサリアのスキル1とは異なり、スキルの発動トリガーが味方の HP の割合ではなく、ブレミ社員が敵を攻撃したかどうかになっているという点も他の回復重装のスキルにはない特徴でしょう。スキル1の火力と回復能力を他のオペレーターのスキルと比較した表が上記のものとなっており、回復能力という点ではサリアやニアール、運のスキル1よりかは低く、火力という点ではユーネクテスのスキル1と比べると眠り状態の敵に対してであれば、一発の火力も DPS という点でも高くはなっていますが、通常の敵であればブレミ社員の方がやや低めにはなっています。とはいえ、ユーネクテスは回復を行うことはできないので、全体的に見ると他のオペレーターにはない火力と回復の効果を両立したスキルと言えます。ただ、攻守両方の面を持つ点は優秀な一方で、欠点が多いスキルにはなっており、一つ目の欠点は、リアールやサリアのスキル1のように、回復対象の HP 割合によるスキル発動ではないため、ブレミ社員が攻撃をし、なおかつ回復対象の HP が1でも減っていた場合は、問答無用でスキルが発動してしまうため、過剰回復になってしまうことが多くなっています。せっかくチャージをしておいても、ブレミ社員自身がわずかにダメージを受け、自身でスキルをすべて消費してしまうということもままあるため、他の回復スキルと比べるとかなり制御の効きづらいスキルです。そしてもう一つの欠点は、ブレミ社員が攻撃をしなければ味方の HP がいくら減っていてもスキルが発動しないという点にあります。つまり遠距離タイプの敵や噴気口といった環境ダメージにはめっぽう弱いということです。これらの点から他の回復重装のスキルのように味方の周囲に配置をして味方のカバーをするというよりかは、ブレミ社員を回復が届かない場所に配置し、ヘラクや宴のように短期での運用を考える方が安定するかもしれません。以上のことから運用や特化に必要な素材、上昇率を鑑みてスキルレベルは7で据え置き、または特化1、特化3まで上げることをお勧めします。特化にはスキル効果の上昇率の関係上、おすすめはできません。スキル2、強敵の光は、ブレミ社員の攻撃力を強化し、ブレミ社員のいるマスに存在するすべての敵に対して眠り状態を付与。さらに、スキル発動中は効果範囲内すべての味方を毎秒攻撃力の一定割合で回復をするというスキル。剛術するスキル3と比べると回復に特化した性能となっており、回復効果はリジェネ扱いとなっているので、回復対象にならないオペレーターも回復することが可能となっています。一方の攻撃面は攻撃力の増加に加えて相手を眠り状態にするため、通常攻撃時よりも大きく攻撃力は上昇し、さらにブレミ社員の素質によって相手を一方的に殴り続けることが可能です。スキル2の火力と回復能力を他のオペレーターのスキルと比較した表が上記のものとなっており、サリアのスキル3である硬質化と比べると発動時間の関係上、総回復量は低くはなっていますが、毎秒回復量はブレミ社員の方がおよそ 25% 程度上となっています。攻撃面に関しては、さすがに攻撃能力に特化しているワルカンやユーネクテスにはかないませんが、それでもブレミ社員はある程度の火力でほぼ一方的に攻撃できるという点は他の火力型重装にはない長所でしょう。これに合わせてブレミ社員のスキルはブロックと攻撃さえしていれば凄まじい速度で SP が回復していくため、他のオペレーターのスキルと比べるとスキルサイクルが非常に速くなっています。敵や状況によってはスキルが終了した2から3秒後には再びスキルが発動できるということもあるため、場面によっては回復能力は医療オペレーターすらも上回ることとなり、潜在的なポテンシャルで言えば特に回復能力は凄まじいの一言です。ただ一方の攻撃面はかなり癖があるスキルで、敵を眠り状態にするということから相手の動きを完全に止めてしまうのはいいのですが、
同時に相手を無敵状態にしてしまうため、ブレミ社員しか攻撃をすることができなくなります。よく言えばブレミ社員の独壇場、悪く言えば孤立無援の状態となってしまい、場面によっては敵の殲滅を先延ばしにした結果、後続の敵によって戦線が崩壊するということもあるので、敵をどれくらい抱えるかといった調整が必要なスキルにはなっています。いずれにせよ、強力かつ、ブレミ社員にとっては主力となるコアスキルではあるので、うまく活用すれば、様々な場面を乗り越えることができる頼もしいスキルです。以上のことから、運用や特化に必要な素材、上昇率を鑑みて、スキルレベルは、7で据え置くか、上昇率が他の特化よりも高い、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル3、先見の化身は、ブレミ社員の攻撃力と防御力を強化し、さらに、ブレミ社員が攻撃をしたとき、追加で術ダメージを敵に与え、同時に、周囲の味方1人の HP を攻撃力の一定割合で回復するという効果となっています。スキル2が回復能力に性能を特化したスキルとなっているのに対して、スキル3は攻撃能力に特化したスキルとなっていますが、完全に回復能力を捨てたというわけではなく、地上配置オペレーターかつ単体回復のジャンルであれば、まさに最強の治癒スキルとも言える回復量となっています。スキル3の火力と回復能力を他のオペレーターのスキルと比較した評価上記のものとなっており、攻撃能力、回復能力ともにレアリティは下にはなってしまいますが、リアール、ワルカンの追随を許さず、ブレミ社員のジャンルは回復重装なのにもかかわらず、凄まじい総ダメージ量を叩き出すことが可能です。また、1回の回復量は、の医療耐性受動には劣ってはいますが、はスキル発動時、攻撃間隔が伸びてしまうため、スキル発動中は攻撃するごとに味方を回復する、ブレミ社員の方が秒間回復量では勝っています。これらの数値から見てもわかるように、近接配置の単体回復スキルとしては、最強と言っても過言ではないでしょう。それどころか回復量は、医療オペレーターレベルのものとなっているので、スキル発動中は攻撃と防御をすることができる医療が1人増えると言っても過言ではありません。ただ、このスキルに関しても完璧なスキルというわけではなく、スキル1と同じく敵を攻撃しなければ回復行動を行わず、そしてこのスキルはブレミ社員自身を回復することはできません。いくら防御力がスキルによって上昇しているとはいえ、それでも他のスキル発動中の重装と比べるとやや脆く、スキルの特性上、最前線に配置することが多い彼女には、たとえスキル発動中でも何らかのカバーが必要でしょう。そしてもう一つの欠点は、スキル発動中の攻撃が実質的には、物理と実攻撃の混合となっている点です。そのため、敵の防御力や術耐性に影響されることが多く、どの場面においても、デバフを大量に積まない限りは、何らかの形でダメージ減衰を受けることにはなるため、特に攻撃面は、カタログスペック通りの火力を出すことは、なかなか難しくはなっています。とはいえ、スキルの発動サイクルや自身を除いた単体回復能力が非常に優秀であることに変わりはなく、こちらのスキルもうまく扱うことができれば、相応の恩恵を受けることができるスキルと言えます。以上のことから、運用や特化に必要な素材、上昇率を鑑みて、スキルレベルは、7で据え置くか、上昇率が他の特化よりも高い、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。ブレミ社員の基地スキルは、どちらも加工書に関するものとなっており、一つは加工時に必要な論面比を減少させるというもの、もう一つは昇進素材加工時の副産物生成確率をプラス 40% し、さらにその素材の加工に必要な体力が8以上だった場合は体力消費をマイナス4するという効果を持ちます。一つ目の効果は最大で400論面比ほどの消費論面比を削減することが可能で、融合剤などを論面比の消費なしで作成することができます。こちらは昇進素材であれば、どの素材に対してであっても有効となっているので、論面比の消費を抑えたい場合に活用するといいでしょう。一方の消費体力減少と副産物入手確率増加の効果は、消費体力減少は強力なものの、副産物入手確率増加の効果がかなり弱く、加工枠に誰も配置しないよりかはマシ程度のものなので、あまり使う機会はないでしょう。
それでは実際にブレミ社員を使用していきます。今回使用するステージは7の3。ブレミ社員のステータスは昇進2のレベル90、スキル2のスキルレベルは特化3となります。このように素質の効果によって攻撃時も SP が回復するため、配置後、状況によってはかなりの速度でスキルを発動させることが可能です。スキル発動後は、ブレミ社員と同じマスにいる、またはかかっている敵はすべて眠り状態となり、動作を停止します。ただ、状態付与のタイミングはスキル発動時のみとなっているので、後続の敵が眠り状態となることはありません。害虫が私なら空のスキルによる眠り状態の敵に対してでもブレミ社員の素質は発動するため、タイミングさえ合わさればかなりの時間、敵を無力化し、ブレミ社員は一方的に攻撃することができます。一発で仕留めます。戦に私がついてる。ブロックしている敵の数が多ければ多いほど SP の回復速度は上がるため、今回は早くも次のスキルを発動させることができています。準備完了。光ある。私の出番。戦に光ある。一発で仕留めます。準備完了。心配しないで。準備完了。懺悔しなさい。私の出番。この程度で止まると思うの。私がついてる。一発で仕留めます。準備完了。懺悔しなさい。準備か。私がついてる。諦めるな。一発で仕留めます。戦に命。光ある。私の出番。すべては秩序にのっとるべきだ。摂理に反することなど誰にも許されない。ブレミ社員はカテゴライズとしては回復重装に入るオペレーターにはなっていますが、実際のところはかなり攻撃によった性能を持つ重装オペレーターとなっており、他の回復重装にはない攻撃性を兼ね備えています。その分、汎用的な回復能力を幾分かは犠牲にしているため、他の回復重装と比べるとやや癖のある仕様にはなっていますが、
その癖さえきちんと理解してやれば、逆に他の回復重装には真似できない。凄まじい瞬間回復能力を見せてくれるため、やや玄人向けな性能を持っていると言えるでしょう。良くも悪くも回復重装というカテゴリーにカテゴライズされているため、サリアという現状一強とも言える回復重装がいることもあり、やや不遇な評価を受けている感じは否めませんが、決して弱いオペレーターというわけではありません。むしろ環境さえ用意してやれば、他の回復重装どころか、医療の追随すらも許さないほどの回復能力を持ち合わせているため、使い方次第では大きく評価が分かれるオペレーターです。以上で、ブレミ社員の紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。剣術とアーツにはいまいち自信ないけど、でも機械の修理なら私に任せてちょうだい。